はいどうも、今回はこちらの Android タブレットを修理していきます。工事日の症状としては電源が入らないらしいです。取り出した中身はこんな感じですね。そして細かく見ていくと、画面ですね。10インチぐらいですかね。傷はそんなにないですよね。画面の保護フィルムはまだ残ってますね。剥げば画面自体は綺麗ですね。この状態でも綺麗なのでこのまま使用します。そしてカメラ、左右にスピーカー。これ少し汚れてますね。そして背面。背面はカメラとなんかの蓋。メーカーロゴですね。メーカーはユニスコムですね。型番が MZ106IPS。IPS なんで IPS 液晶なんでしょうね。容量は32ギガ。この蓋が何か見ておきます。マイクロ SD のスロットですね。外周を見ていきます。背面から見て右側ですね。こちらにイヤホンジャック、マイクロ USB コネクタ、リセットスイッチですね。背面から見て上面には電源スイッチと音量のプラスマイナスがありますね。あとは外周特にないですね。全体的にそこそこ綺麗だと思います。これは動作確認をします。電源ボタンを長押しで電源入ると思います。入らないですね。充電ができるか充電を試してみます。充電はここのマイクロ USB ですね。これ以外はないです。コネクタを挿します。コネクタ刺さらないですね。若干 USB コネクタが歪んでる気がしますね。ぐらついてますね。なんか折れてるかもしれないですけどね。かろうじてこの辺が残ってて折れてるのかもしれないです。正確な位置に戻してコネクタを挿してみます。刺さりましたね。マイクロ USB コネクタがギリギリ接続できたので安定化電源で充電をしてみます。5V 2A 設定ですね。映ってますね。充電してみて画面表示はあったので内部的には生きてるんだと思います。ということはマイクロ USB コネクタの故障か電源を入れる部分のどこかですね。頻繁に押すことのある電源ボタンが怪しいですけどね。それで分解してみます。分解はおそらくですが、この分に隙間があるのでヘラを差し込めば外れると思います。旧型のタイプですね。タブレット自体が旧型ですけどね。開きますね。この部分に大きい傷ありますね。開きましたね。内部こんな感じですね。で電源ボタンと音量スイッチを押す部分ですね。これが電源ボタンの基板ですね。そしてこれが電源ボタンですね。電源スイッチは直接強く押すと反応することがあるので、強く指で押してみます。で、押してみます。反応しましたね。Android って表示されてますね。画面が暗いんですけど、ライトを消すと見えますね。消費電力がほとんど食ってないですね。これで起動するようなら電源スイッチが悪いってことですね。起動しっかりしましたね。カメラで映すとちょっと暗いですけど、肉眼で見る分には十分明るいです。タッチもちょっと動きが悪いですけど、反応しますね。中古で購入したので以前の人のデータ残ってますね。これは後でリセットですね。見にくいですけど、充電を見る限り、ほとんど充電ないですね。とりあえず電源スイッチの接触が悪いことがあったので、この基板を外して修理をしたいと思います。とりあえずこのフィルムケーブルを外してしまいますね。基板を外します。基板は多分はまってるだけなので、こじれば簡単に外れると思います。これが問題の基板ですね。構造としては単純でタクトスイッチの中のバネみたいなものですね。を
テープで貼ってあるだけなんですよね。なので、このテープを一度剥いで掃除して戻せば治ります。テープが劣化しすぎてしまっていて、粘着力がないとちょっと厳しいですけどね。やってみます。通電を見ていきます。外側、このリング部分ですね。これがグランド共通のはずです。ですね。グランドがこの外側のこれですね。でセンターが2番目。こちらのセンターが3番目。これが反応ないですね。よりこっちですかね。ありますね。4番目に反応するのが、このセンターのはずです。が、反応しないですね。断線してそうには見えないんですけどね。この部分のパターンを削って、ここまで来てるか確認してみます。この間は反応ありますね。この間が反応ないですね。このどこかで切れてるんでしょうね。断線しているようなところは見つからないですね。中間のこの辺を削ってみます。削れたので見てみます。この部分とこの間図でありますね。ではこの部分からここまででしょうね。特に断線しているように見えないんですよね。実体験微鏡で見てみましたが、断線がないですね。単純にこの部分とプローブ間の接触が悪いだけなのかもしれないですね。これだけ押し付けて反応しないんですよね。一度このまま取り付けてみて反応しなかったらもう一度やってみることにします。電源ボタンのプラスチックパーツ、こちらを介して電源が入るか試してみます。入りますね。画面が薄いですが映ってますね。で、電源オンの問題は解決ですね。起動できたので次に音量ボタンですね。音量を下げるのは大丈夫ですね。音量のプラスボタンがやはり反応しませんね。上の部分で変更すればいいんでしょうが、こちらのボタン直しておきたいですね。一度電源を切って再び分解します。先ほど削ったこの部分からスイッチ基板までは大丈夫だったので、削った部分から本体基板までのハンダ付けの部分ですね。ここまでを別の配線で決線しておきます。中間はどの部分が断線しているかちょっとわからないので、その方法でいきます。決線にはこちらの極細ワイヤーを使用します。一度取り外してから付けますね。とりあえずはハンダ付けできたのでこれで OK ですね。本体にはまだ取り付けません。内部が折れていると思われるマイクロ USB コネクタを交換するときに基板を外してしまいます。基板はネジ止めされてるみたいですね。両面テープじゃないといいんですが、まずはバッテリーを分離してしまいます。バッテリーの分離はこれで OK ですね。その他ケーブルを外していきます。
スピーカーも取り外しですね。そしてネジが1本、2本、3本ですね。他はなさそうですね。外れますね。そして裏側にあるのがマイクロ USB のコネクタですね。なかなか難しいですね、このコネクタ。ヒートガンを使ったリセットスイッチとイヤホンジャックですね。溶けそうですね。うまくいくかわかりませんが、裏側にハンダゴテが出て、外れれば外してみたいと思います。とりあえずこの部分に接着剤が塗ってあるので、接着剤を剥がしてみます。樹脂取れましたね。なかなか硬い樹脂ですね。こちら側からハンダゴテで加熱して、反対側で溶けるかやってみます。取れましたね。パターンも無事ですね。基板の清掃をしておきます。これでホール部分きれいですね。問題はこれと同じコネクタがあるかですね。一応コネクタはこんな感じですね。12種類ほどあります。全く同じではないですが、足の幅的にこれが合いそうですね。若干後ろ側の足の大きさが違いますが、若干なので曲げてしまいます。曲げすぎかもしれないですが、これぐらい曲げておきました。これではまりましたね。密着具合もいい感じだと思います。ではハンダ付けをします。コネクタつけれました。このコネクタすごい判断のり悪かったですね。コネクタがショートしてないか確認します。ブリッジですね。
裏側はとんでもないことになってますが、このままで大丈夫だと思います。基板を元に戻していきます。これで基板元に戻ったので、電源ボタンを取り付ける前に充電してショートをしてないかだけ確認します。それで安定化電源の電源を入れてみます。ショートはしてないですね。充電マーク出ましたね。これでコネクターの交換は終わりですね。次にこの電源スイッチを取り付けていきます。ワイヤーを取り出した上にカプトンテープを貼っておきます。これで OK ですね。電源スイッチを取り付けます。スイッチケーブルのハンダ付けをします。そしてワイヤーをハンダ付けします。カプトンテープで保護しておきます。これで内部は終わりですね。背面カバーの内側を清掃して締めていきます。背面カバーの中は割と綺麗ですよね。電源ボタンを忘れずにつけてから閉じます。で OK ですね。外観の清掃をします。この辺で汚れも落ちればいいんですけど、落ちますね。カメラ若干傷ありますね。何かかかってればいいんですけど、元々の保護フィルムが残ってるかもしれないですね。元々の保護フィルム残ってましたね。これで掃除をすれば綺麗さっぱりですね。最終の動作確認をします。充電はまだ完全にしてないので充電器を挿したままですね。後で満充電できたかどうかはテロップに入れておきます。
充電マークがつきますね。電源を入れてみます。表示されましたね。薄いので見えにくいですが、見えていますね。電源入りました。Android マークも出ています。起動しましたね。とりあえず取りにくいので、これで見えますね。まずは電源ボタン。電源ボタン起動できたので大丈夫だと思いますが、電源ボタンでスリープ、復帰、ボリューム、プラスですね。プラスできますね。マイナス。OK ですね。これで動作確認は完了ですね。中のデータは後々リセットしておきます。で、この Android タブレット何に使うかというと、カメラのモニター代わりに使おうと思います。今別のタブレットで使用しているのはこれですね。でこのタブレット他に使っているので、いちいち付け替えて使ってるんですよね。それを常設で置いておきたいっていう感じですね。ということで Android タブレットの修理は完了です。今回は電源が入らないジャンクタブレットの修理をしました。このチャンネルでは今回のようなジャンク品修理や DIY をしています。内容がいいねと思ったらグッドボタン。また見たいねと思ったらチャンネル登録お願いします。それではまた。